こんにちは。今回はバージョン 1.4.4 で追加された新たな液体であるシマーについて細かく解説していきます。過去にご紹介した内容と重なる部分もありますがご了承ください。この液体はバージョン 1.4.4 以降のワールドに生成されるエーテルというミニバイオームに自然に生成されます。このエーテルバイオームはジャングルバイオーム側のワールドの端の地下洞窟レイヤーで発見できます。この液体にプレイヤーが入るとデバフシマーリングを受け操作が不能になり空間のある場所まで地面をすり抜けていきます。釣りをした際にも同様にこのデバフを受けます。この液体は水吸収スポンジで吸収することができポンプを使用することで移動させることも可能です。またこの液体の特徴として特定のアイテムを入れるとそのアイテムを変化させたり特定の生き物を別の生き物に変化させたり NPC を入れるとその NPC の見た目が変わったりします。今回はこのような様々な特徴のあるこの液体について詳しく解説していきます。それでは内容に参りましょう。この液体の具体的な効果を分類するとアイテムをクラフト前に戻す効果、アイテムをアップグレードする効果、アイテムを同じ価値のものに変化させる効果、アイテムをダウングレードする効果、一部特殊な効果の5つに分類できます。それぞれご紹介していきます。まずクラフト前に戻す効果は全てではありませんがその名の通りクラフトしてあるアイテムをクラフト前に戻します。この効果は単純に間違えてクラフトしてしまった際以外にもクラフトで入手できる武器やツルアイテムをリフォージする際にも使えます。通常リフォージはゴブリンのよろず屋にお金を払って行うものですがクラフトする際にも付加効果はつきますので欲しい付加効果がつくまでクラフトと分解を繰り返すことによりリフォージのコストをゼロにすることができます。ゼニスなどの強力なアイテムをリフォージするには非常に多額のお金がかかるので多少手間ですがシマーを使った方が良いでしょう。続いてアップグレードするアイテムには単純にそのアイテムの機能をアップグレードしてくれるアイテム、永久的にプレイヤーのステータスを上げてくれるアイテム、シマー系のアイテム、主に建築で使えるアイテムの4種類があります。まず単純に機能をアップグレードしてくれるアイテムをご紹介します。カオスロットを入れるとロッド・オブ・ハーモニーというアイテムになります。このアイテムは使い方としてはカオスロットと同じですがカオスロットを使用した際につくデバフであるカオス状態がつかなくなっています。完全にカオスロットの上位互換ですね。これでいくらでもテレポートができ非常に使いやすくなりました。続いて環境変更銃を入れるとテラフォーマーというアイテムに変化します。このアイテムも使い方としては環境変更銃と同じなのですが環境変更銃に比べて環境が変化する範囲が増加しています。比較してみるとこんな感じです。こちらも環境変更銃の完全上位互換ですね。テラフォーマーも環境変更銃と同じように視野を広げるアクセサリーを併用して使用できます。続いて無限水バケツを入れるとボトムレスシマーバケツに変化します。このアイテムは過去にもご紹介しましたがシマーを無限に出すことができるバケツになります。無限水バケツとルミナイトインゴット10個でもクラフトできます。また逆にボトムレスシマーバケツを入れると通常の無限水バケツに戻ります。今ご紹介した3つのアイテムはムーンロード討伐後でないと変化しないので注意してください。続いて星のマントを入れるとクロマティッククロークに変化します。このアイテムはシマーに入った際に受けるデバフシマーリングを無効化します。下ボタン長押しで沈むこともできます。続いて魔法の日時計を入れると魔法の月時計に変化します。このアイテムは魔法の日時計と真逆の効果で時間を夜の7時半までスキップしてくれます。こちらのアイテムにも7日間のインターバルがありますが今回のアップデートでこの2つのアイテムはブラッドムーンや日食などのイベントが発生した際インターバル期間がリセットされすぐにイベントをスキップできるようになりました。以上が主に機能をアップグレードしてくれるアイテムでした。続いて永久的にプレイヤーのステータスを上げてくれるアイテムをご紹介します。これらのアイテムは一度使用したら元に戻すことはできません。松明の恩恵やデーモンハートなどと似ているアイテムになります。ライフクリスタルを入れるとバイタルクリスタルというアイテムに変化します。このアイテムはプレイヤーのライフの回復速度を 20% 増加してくれます。続いてマナクリスタルを入れるとアーケインクリスタルというアイテムに変化します。このアイテムはプレイヤーのマナの回復開始時間を 5% 短縮してくれます。続いてライフフルーツを入れるとイージスフルーツというアイテムに変化します。このアイテムはプレイヤーの防御力を4増加してくれます。続いて何でも良いので
果物を入れるとアンブロシアというアイテムに変化します。このアイテムはプレイヤーの採掘速度、ブロックと壁の設置速度それぞれ 5% 上昇してくれます。続いて金のミミズを入れるとガミーワームというアイテムに変化します。このアイテムはプレイヤーの釣りパワーを3増加してくれます。続いてピンクパールを入れるとギャラクシーパールに変化します。このアイテムはプレイヤーのラックを 0.03 増加してくれます。ちなみにピンクパールは砂漠バイオームで釣りをすると入手できる火器を開けた際に 1.33% の確率で入手できます。続いてスペルブックを入れると高度な戦闘テクニック第2弾に変化します。このアイテムは NPC の防御力と NPC の攻撃ダメージを増加してくれます。この効果は高度な戦闘テクニックと効果が重なるためさらに NPC を強化できます。スペルブックは魔法使いが販売しています。続いて旅商人の帽子を入れるとペドラーズサチェルというアイテムに変化します。このアイテムは旅商人の販売するアイテム数を1つ増加してくれます。最後はシマーには関係ないですが今回追加された永久的にプレイヤーのステータスを上げてくれるアイテムとしてアーティズンノーフとマインカートアップグレードキットの2つがあります。見た目がパンのアーティズンノーフは作業台の使用できる範囲を周囲に4マス増加してくれます。このアイテムはこれらの月相の時にスケルトン商人から購入が可能です。マインカートアップグレードキットはトロッコの最大速度、加速度、防御力を増加させレーザーが撃てるようになります。今までのメカニカルカートのような効果が全てのトロッコにつくということですね。インベントリにあるこちらのボタンから効果を適用するかが選択できます。入手方法はメカニカルボスをエキスパート以上で倒すと入手できるこれらのアイテムをクラフトすると入手できます。使用した際にはメカニカルカートも入手できます。以上が永久的にステータスを上げるアイテムでした。続いてシマー系のアイテムに変化するアイテムをご紹介します。ここでは分かりやすくするためにシマー系アイテムと呼んでいます。キノやもしくはヘルファイヤーアローを入れるとシマーアローに変化します。ダメージは12とキノヤよりも強く矢の弾道は上に重力がかかっているように上に飛んでいきます。空中にいる敵に対しては効果的でしょうか。ダイダロスストームボウで使用すると面白い弾道になりますね。続いてフレアガンの弾であるフレアもしくはブルーフレアを入れるとシマーフレアに変化します。効果としては紫色の光を発光するくらいだと思われます。続いて何でも良いので松明を入れるとエーテル松明に変化します。見た目が違うだけで効果としては普通の松明と同じです。続いてキャンプファイヤーを入れるとエーテルキャンプファイヤーに変化します。今ご紹介したエーテル松明からでもクラフトできます。通常のキャンプファイヤーと同じく回復速度上昇のバフがかかります。続いて天使の石像を入れるとエーテルモノリスに変化します。このアイテムを設置して使用すると周囲がエーテルバイオームに入った時のようなエフェクトがかかります。フラグメントから作れるモノリスなどと同じようなアイテムですね。エフェクトがかかる状態を3つの段階から選択することができ1段階目の何も出ていない状態では周囲にシマーが存在していてもエーテルのようなエフェクトがかからなくなります。2段階目は特に効果はありません。3段階目はシマーのあるなしに関係なく周囲にエーテルのようなエフェクトがかかります。今回からモノリス系アイテムはアクセサリースロットもしくは衣装スロットに装備できるようになりました。以上がシマー系アイテムでした。続いて主に建築で使えるアイテムのご紹介です。光る苔を入れると虹色に光るヘリウムモスに変化します。もちろんそのまま建築でも使うことができますが今回からこの苔も含め光る苔と粘土で光るレンガブロックをクラフトすることができるようになりました。ネオンの建築などで使えそうですね。また光る苔と浮きで光る浮きをクラフトすることができるようにもなりました。暗い場所での釣りで役立ちます。続いて鉱石系レンガブロックであるカッパー、シルバー、ゴールド、黒曜石、ヘルストーン、コバルト、ミスリルのレンガブロックを入れるとそれぞれ古典的なレンガブロックに変化します。さらにダンジョンにある青レンガ、緑レンガ、ピンクレンガを入れるとこちらもそれぞれ古典的なレンガブロックに変化します。これらの古典的なレンガブロックは過去のテラリアで実装されていたものです。続いてルミナイトレンガは入れる時間に応じて8種類のブロックに変化します。満月の時はヘブンフォージブリック、寝待ちの月の時はルナラストブリック、下弦の月の時はアストラブリック、有名月の時はダークセレスティアルブリック、新月の時はマーキュリーブリック、三日月の時はスターロイヤルブリック、上弦の月の時はクライオコアブリック、
13や月の時はコズミックエンバーブリックになります。一気に8種類も言われて混乱してしまうかもしれませんので、ゆっくり見たい方は一時停止をお願いします。続いて雲の壁、砂岩の壁、高架下砂岩の壁、ダンジョンの壁、リザードの寺院の壁を入れると、それぞれ右下にドクロマークのついた壁に変化します。これらの壁はそれぞれ自然に生成されている壁を設置できるようになります。つまりハウジングでは使うことができず、敵がスポーンするようになるということですね。例えばドクロマークのついた雲の壁は自然に生成されているクモの巣バイオームの壁のように、時間が経過するにつれクモの巣が自然に生成され、モンスターのクモが周囲にスポーンします。ダンジョンの壁はダンジョンブロックを一定数以上置くとダンジョンバイオームを作ることも可能です。これはトラップなんかも作れそうですね。以上が主にアップグレードされるアイテムでした。続いて同じ価値のものに変化するアイテムをご紹介します。まず互いにトレードが可能なものをご紹介します。居酒屋の販売している武器はそれぞれこのように輪を描くように変化します。全種類の武器を買う必要がなくなりましたね。防具として甲府のシャツと甲府のパンツ、古代の防具として鉄のヘルメット、金のヘルメット、ジャンブル装備、シャドウ装備、ネクロヘルメット、ホーリー装備は交換が可能です。古代系の防具は基本的に見た目が違うだけですので、お好みの見た目にできます。アクセサリーとして聖十字の紋章の素材である遺跡と絆創膏、鎧磨きとビタミン剤、目隠しと手鏡、正確な時計と三つ折りの地図、メガホンと魔除けはそれぞれ交換が可能になりました。片方だけダブったりした際に両方集める必要がなくなりました。またウォール・オブ・フレッシュからドロップする戦士の紋章、狩人の紋章、魔術師の紋章、召喚師の紋章もそれぞれ輪を描くように変化します。他にもラッキーコイン、金の指輪、割引カードや天気ラジオ、漁師のポケットガイド、六分岐、釣り人のイヤリング、タックルボックス、高耐久の釣り糸も輪を描くように変化します。これらのアクセサリーは比較的ダブりやすいので普通にありがたいですね。他にも錬金術テーブルと魔術のテーブル、ワームの缶とハーブバッグ、サボテンとカボチャ、ジャンブルの種とキノコの種、大理石ブロックと花崗岩ブロック、竹ブロックと大きな竹ブロックもトレードが可能です。バケツも水バケツ、溶岩バケツ、蜂蜜バケツでトレードが可能です。続いて同じ価値ですけど一方通行になっているアイテムをご紹介します。一度変化させたら戻せないということですね。槍を入れるとトライデントに変化します。リビングウッドチェストに入っているリビングウッドの杖を入れると小鳥の杖に変化します。フグの風船は輝く赤い風船に変化します。ピラミッドの宝箱に入っているファラオの仮面は瓶詰めの砂嵐に、ファラオのローグは空飛ぶ絨毯に変化します。溶岩石は溶岩のお守りに変化します。宝石の生き物はそれぞれ宝石に変化します。生きている状態でもアイテムとして入れても大丈夫です。浮上の粉と真紅の粉は浄化の粉に変化します。バイオームキーを入れるとバイオームチェストに変化します。それぞれ砂岩ブロックと硬化した砂岩ブロックは砂ブロックに変化します。汚染されているものも同様です。氷ブロックは雪ブロックに変化します。蜂蜜ブロックと焦げた蜂蜜ブロックは蜂の巣ブロックに変化します。以上が同じ価値のものに変化させるアイテムでした。続いてダウングレードするアイテムをご紹介します。まずハードモードで入手できるクレートはそれぞれノーマルモードで入手できるクレートへ変化します。基本的に建築などで使用する以外にはあまり使わない効果だと思います。続いて鉱石と宝石はそれぞれダウングレードします。鉱石はルミナイトから始まりクロロファイト、チタン、アダマンタイト、オリハルコン、ミスリル、パラジウム、コバルト、プラチナ、ゴールド、タングステン、シルバー、鉛、アイロン、ス、カッパー、石ブロック、土ブロックの順で変化していきます。宝石はダイヤモンドから始まりルビー、エメラルド、サファイア、トパーズ、アメジスト、石ブロック、土ブロックの順に変化します。基本的に欲しいアイテムの上位素材ばかり持っている時に使用する効果だと思われます。エゴンウッドやアッシュウッドなどの様々な木は通常の木に変化し、通常の木は土ブロックに変化します。この効果はあまり使わないと思われます。以上がダウングレードされるアイテムでした。最後は一部特殊な効果をご紹介します。まずゾンビの腕を入れるとブーブークッションに変化し、ブーブークッションを入れるとガストラップに変化します。このアイテムは宝箱に入れておき、その宝箱を開けた際にガスが放出され
プレイヤーにダメージを与えるトラップアイテムです。一度使うと使用済みガストラップに変化し、このアイテムをシマーに入れると再びガストラップに変化します。ソロプレイの方はあまり使わないアイテムだと思いますが、マルチプレイではちょっとしたいたずらができると思います。続いてコインを入れると、そのコインは消滅し、その消滅した場所から周囲約60マスほどに運を上昇させる効果をもたらします。具体的な効果は簡単に説明すると、より多くのお金、高価なお金を入れるとその分運が上昇し、効果時間も長くなります。しかし最大値はあり、1プラチナを入れた際に約3分50秒間プラス 0.2 の運の効果が周囲に発動します。最大を維持したい方は約3分50秒おきに1プラチナコインを入れ続ければ維持できます。続いて別の液体を入れると、黒曜石のように固体のエーテルブロックに変化します。主に建築として使用するアイテムであり、石ブロックとクラフトするとエーテルレンガを作ることができます。続いて生き物がこの液体に触れると、金のミミズ以外は全て新たな生き物であるフィーリングに変化します。この生き物は巣状エーテルバイオームで見かけることができ、瓶とクラフトすることによりフィーリングを瓶に入れることができます。続いてゾンビ系の敵はスケルトン系の敵へ、スライム系の敵は新たな敵であるシマースライムに変化します。シマースライムは通常のスライムよりはステータスが高いのですが、特にドロップするアイテムはありません。スライム系の敵以外は透明になり見えなくなるのですが、狩人のポーションを使用することで見ることができます。最後は NPC を入れると、その NPC の見た目を変化させることができます。話す内容や販売するアイテムは特に変化しません。それぞれ新鮮味があるので面白いです。旅商人や老人、スケルトン商人も見た目が変わります。以上がシマーについてでした。これでシマーについてはほぼ全てご紹介したと思います。足りない部分や不足している部分があればコメントなどで教えていただけると幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。